こんにちは、タンダマンです。今日はゼレックスの SLE3.0、160センチ J カブボディと ZXE201 ヘッドを開封します。価格は1800ドル、約28万円です。ゼレックスの中では比較的エントリーよりのモデルですが、十数万円の安価な TPE とシリコン製ドールよりは上の中間価格帯のおすすめモデルです。身長は160センチ、肩幅は36センチ。バスト88センチ、ウエスト51センチ、ヒップ101センチ、重量37キロ。このウエストとヒップの比率はやや極端で、現実ではあまり見ないプロポーションです。使い勝手は良さそうですが、見た目の自然さは犠牲になっている印象です。ボディ素材は SLE2.0 のアップグレード版で、触り心地が非常に柔らかく、TP に近い感触です。組み合わせているヘッドは色の濃い肌色の欧米系デザインで、ソフトヘッドと開閉可能な口の実用仕様になっています。とはいえ好みは人それぞれなので、今日は全体の仕上がり、細部、アップグレード点に重点を置いて見ていきます。今回は付属品はいらなかったので、梱包は比較的シンプルでした。開けると本体がそのまま出てきて、毛布で包まれていました。ヘッドは足の間に挟まる専用フォームに収まっていました。ウィッグが2つ、黒と金色の2種類入っていました。肌の色は比較的濃いめです。次にヘッドを詳しく見てみます。タオには柔らかい保護カバーがついていました。濃い肌色、青がかった緑の瞳、そしてリアルな光光が確認できます。箱から出した瞬間、160センチの見た目のバランスがすぐわかります。肌は安価なドールのようなツルツルのプラスチック感はなく、基本的な凹凸のテクスチャがあります。しかも触ってみると本当に柔らかい。普通のシリコンの硬さではなく、TP に近い親肌製の柔らかさです。第一印象で感じたことを2つ挙げます。1つ目はウエスト 51.5 センチが本当に細く、胴から腰にかけて急に絞られているように見え、ボディラインの変化がかなり極端です。2つ目は太ももが太めで、太ももからヒップへのつながりに明確な段差感があり、流れるような移行がありません。ここから SLE3.0 ボディの主なアップグレード点を説明します。まず1点目、素材のアップグレード。強化シリコン素材でありながら、TP に近い極めて柔らかい感触を実現しています。普通のシリコンより明らかに柔らかく、安価な TP のベタつきはありません。経年劣化に強く、ホコリもつきにくく、柔らかさと耐久性を両立しています。2点目は軽量化が進んでいます。賞味37キロで 2.0 より3から4キロ軽くなっています。3点目、関節の改良。肩、肘、また膝なども大関節の動きの滑らかさが滑らかになっています。以前のボディの引っかかり感や安価なドールのだらっとした感じよりしっかりしています。トーチングがなくて以前壊れやすかった箇所も補強されています。4点目、特殊な工法。下半身には特別なソフト加工が施され、包み込み感が向上しています。足部は釘なしのスタンド機構で、2.0 の釘付きの足より扱いやすいです。5点目、新しいボディバリエーションを追加。170センチ A カップの胸の小さいモデルも登場しており、今回は160センチ J カップの胸の大きいモデルを選びました。ニーズに応じて選びます。6点目、食感とディテールについて、30万円以上の高級ドールに比べると、毛穴レベルのテクスチャや立体的な関節のシワなど精密な細部は少なめです。主な理由は極端に柔らかい素材にあり、柔らかさを追求すると細かなテクスチャを精密に刻むのが難しく、変形しやすいためで、ここは柔らかさを取るか、細部を取るかの合理的なトレードオフです。
十数万円クラスの安価なドールと比べると、胴体に肌の凹凸を再現した部分があり、膝にシワのデザインがある。足部にテクスチャーやかすかな血管表現がある。十数万円のシリコン製でも細部はこれより少なく、食感もここまで柔らかくないため、28万円クラスでは細部と食感が両立しています。30万円以上の高級ドールと比べると、違いは精密度にあります。高級ドールには毛穴レベルのテクスチャー、立体的な関節の重なり、浮き出る血管などがあり、ただし細部が豊かなドールは食感がやや硬めになりがちで、このドールのような TPE に近い柔らかさを出すのは難しいというトレードオフです。160センチのサイズで見ると、ウエスト51センチとヒップ101センチで、ウエストヒップ比が 0.5。自然な人体の約 0.8 に比べかなり低く、バストからウエストへ急に絞られるようなラインになっており、腰からお腹にかけての自然なカーブがありません。さらに太もものサイズが太めで、ヒップから太ももへのヒップ幅から太もも根元にかけて徐々に細くなる曲線がないため、段差感が目立ちます。これはゼレックスの160センチ J カップボディに見られる極端なカーブデザインで、細いウエストと広いヒップのスタイルが好きな方には刺さるでしょう。ZXE201 はゼレックスの汎用ヘッドで SLE3.0 と同時に特別にアップデートされたものではありません。長所はソフトヘッドで肌触りが良く、TP ヘッドの柔らかさと PVC ヘッドの硬いプラスチック感より快適で、円の処理も柔らかく引っかかりません。口が開閉するので、固定された口のアンカードールよりやり取りができる仕様です。ただし短所も明確です。30万円以上の高級ヘッドと比べると、唇に明確なリップラインや唇紋がなく、色味も単一のピンクで自然なグラデーションがありません。とはいえ、十数万円の安価な TP ヘッドと比べれば、細部はかなり良いです。底部の接続は汎用の M16 規格のネジで、取り付けが非常に簡単です。ご覧ください。取り付けは難しくありません。ヘッド側は底部の M16 ネジを首側に合わせて差し込み、軽く回して固定するだけで初心者でも一瞬で組めます。全身のフィット感を見てみましょう。ヘッドと160センチボディの比率はおおむねバランスが取れていて、160センチのトータルの見た目は均整が取れており、頭が重く見えることはありません。頭の回転、手で物を握る動作、膝の屈伸、全身の関節の可動性は良好で、触ると全体がふわっと柔らかく、食感が統一されています。動かすとウエストの急な絞りやヒップと足の段差感がより目立ち、このドールならではの個性的なデザインがわかります。ここから皆さんが気にしそうなポイントを見ていきます。まずサイズの適合性ですが、160センチ身長プラス肩幅36センチで、一般的な女性服の着用には問題ありません。重さの感覚は37キロで 2.0 より4キロ軽く、女性でもなんとか持ち上げられるレベルで、十数万円の質感が安っぽい TP ドールに比べ取り回しがとても楽です。次にオイル管理ですが、強化シリコンは TP より油分が出にくく、頻繁にパウダーをはたく必要がなく、それで TP に近い柔らかさを維持できる点は大きな加点です。続いて柔らかさ、胴や四肢は触るととても柔らかく、押してもすぐに戻り、へたらない柔らかさと支えのバランスが良いです。足部の釘なしスタンドは弾力性があって良いですが、長時間一人で立たせておくのは避けてください。そこを壊す恐れがあります。安価なドールは立たせられないことが多い、あるいは釘付きの足で立たせられても床にダメージを与えがちです。では最後に客観的にまとめると、この28万円のゼレックス SLE3.0 が買いかどうかを判断します。まず、他にはない優れた点。第一に食感が素晴らしいこと。強化シリコンでありながら TPE に近い極上の柔らかさで、目立つかず耐久性もあり、普通のシリコンより柔らかく実用的です。第二に、ブランドとアップグレードも総合的な品質。ゼレックスは安価しないより品質管理が安定しており、SLE3.0 の軽量化、関節補強、
特殊ソフト加工、釘なし足など実用的な改良が施されていて、体験が大幅に向上しています。第3に、アンカドールを上回る細部、胴体の凹凸、可動指、膝のシワ、足部のテクスチャなど、これらは十数万円クラスにない基礎的なディテールです。第4に、主な機能がちゃんとあること、ソフトヘッドの肌触り、口の開閉、全身の関節可動、160センチの日常的な服のフィット感、持ち運びのしやすさなど、基本性能は揃っています。次に、上位モデルと比べた客観的な欠点。第1に、精密度の不足。胴体に毛穴レベルのテクスチャがない。手首の関節のシワが立体的でない。唇に唇紋がない。足の血管表現が弱いなど、柔らかい素材ゆえの作りの限界です。第2に、プロポーションに関する好みの分かれる点。ウエストヒップ比 0.5 は極端で、ウエストのつながりが不自然に見えること、太ももとヒップの段差感があり、人によって好みが分かれる点です。最後に選び方のアドバイス。予算が25から30万円で TP に近い柔らかさとアンカードールよりいいディテールとブランドの品質管理を求め、極端なカーブデザインを受け入れられるなら、このモデルはコスパ抜群でおすすめです。もっと人体に近い細部とプロポーションを求め、予算を30万円以上出せるなら、ゼレックスの上位モデルを検討してください。予算が十数万円しかないなら、このモデルは高すぎるので、安価モデルを選ぶ方が現実的ですが、食感や細部は妥協が必要です。アニメ風の見た目が好きなら、アニメ系ドールを選ぶのも手で、精細さは気にならず見た目重視なら問題になりません。はい、以上で今回の動画は終了です。もし参考になったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。ご不明な点があればコメント欄で遠慮なく質問してください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。